トリムコマンドです。トリムコマンドはカッターとなるオブジェクトを選択してエンターを押し、トリムするオブジェクトをこのように選択すると、ここを境目にしてオブジェクトを切ることができます。またオートキャドと同じようにシフトを押しながらこのような足りてない線に対してクリックすると、このように線を伸ばすこともできます。ただしその場合にはこちらを伸ばした先の部分で余計な制御点が新たにできてしまいますので、オートキャドと同じような方法でこのように線を伸ばすのはあまりおすすめはできません。またこのようにボックスのオブジェクトを切りたい場合ですね。この線が今トップビューで見た時に重なっていますが、立体上では別にこのボックスと線は接していません。ですがトップビューでこのカーブをトリムのカッターとして選択してこのボックスを切ることもできます。トリムの場合はこのカッターになるオブジェクトがターゲットに直接接していなくても切断することができます。また立体的にこのようなアングルでトリムを使ってボックスを切っても、今の作業平面に対してこのカーブの位置がこのように投影されていますので、この位置でボックスを切ることができます。エクステンドというコマンドです。ゴールとなるオブジェクトを選択してそこまで線を延長できるコマンドになっています。ゴールになるオブジェクトを選んでエクステンドと入れるとこのように線を伸ばすことができます。ゴールをまたいで向こうまで出ている線に関しても伸ばせるのですが、どれだけ伸ばすかはカーソルで選ぶ必要があります。またここでタイプのオプションを選択することができます。線にするとこのようなカーブの曲線を伸ばす場合でもここから直線として伸ばすことができます。また他のタイプを選ぶと円弧の場合にはこのナーブス曲線の途中から一定の半径を持った円弧曲線で延長をしてくれます。今トップビューで見るとこのように自動でここまで伸ばしてくれそうなんですが、なんだか思ったようにいってません。ゴールとターゲットの Z 座標がきちんと合っていないと自動でこの線まで伸ばしてくれないのです。なのでそのような場合にはこのように線がぶつかる位置にある面を使ってエクステンドすると自動でこの面までこの線を延長してくれます。次はエクステンドサーフというコマンドです。エクステンドサーフはエクステンドよりもシンプルで、伸ばしたい面の境界線を選んで面をその方向に伸ばせます。エクステンドサーフと入力して伸ばしたい面のエッジを選択するとこのように面を伸ばすことができます。またポリサーフの場合にはこのように伸ばしたいエッジを選んでも伸ばせるエッジと伸ばせないエッジの両方があります。エッジの端部に他の面が何もついていない場合にはポリサーフでも伸ばすことができますが、こちらの上側のエッジに関しては隣に別の面がついているので伸ばせません。次にアントリムというコマンドです。このような形のサーフェスをエクステンドサーフで伸ばそうとした時にこのように形状がうまく伸ばせずにエクステンドがなかなかうまくかけられない場合があります。そうなった時にこのオブジェクトのタイプがトリムドサーフェスだった場合にはアントリムというコマンドを使ってこのサーフェスが切断される前の状態に戻すことができます。最初に用意した元々のサーフェスはこのような形をしていたのを三角形に切り抜いていました。この状態でエクステンドサーフを使うことで元の三角形状だった時よりもエクステンドサーフをかけやすい状態で作業をすることができます。シュリンクトリムドサーフというコマンドです。トリムした面の見えない余白データを削除して今の形に最適化するコマンドです。こちらのサーフェスを紫の線でトリムすると形状は紫の線に従ってこのように四角くトリムできたのですが、こちらを F10 キーの制御点表示で確認するとトリムの範囲外にある制御点が元の形状の時のまま残ってしまっています。このままだと
エクステンドサーフなどで端を延長しようとした時になんだかうまくいかないということがよく起こります。こうした場合にシュリンクトリムドサーフをかけてあげると、先ほどの制御点の位置が今の面の形状を参照して再度作られます。そのためなんだかうまくいかないなという時にはこのコマンドをとりあえず試してみるとデータがきれいになって問題が解決する場合が多いので覚えておいてください。スプリットコマンドについて解説します。スプリットはトリムと似ていますが、完全に削除はせずに要素を2つに分解することができるコマンドになっています。トリムの場合にはまずカッターになるオブジェクトを選択してターゲットになる要素をクリックして不要な部分を消します。反対にスプリットコマンドの方はまず分解の対象になるオブジェクトを選択してから切断に用いるオブジェクトを選択します。これで選択したオブジェクトが分解できました。またこのように立体的に2つの要素がずれている場合、トリムではこの状態でも作業平面に対して交わっていればその位置で切断することができたんですが、スプリットの場合には分割に失敗してしまいます。許容載内にオブジェクトがない場合にはこうなってしまいます。なのでスプリットの場合には必ずこのように交差をしている必要があります。面を選択すると面との交差点の位置で線を分割することができました。コピーコマンドです。コピーには2種類あり、1つ目はコントロール+C キーでクリップボードにコピーする方法です。こうしてコピーしたオブジェクトをコントロール+V で貼り付けると元の位置と同じ状態で重なるようにオブジェクトが貼り付けられます。これをガムボール等で移動させるのが1つ目の方法です。もう1つのコピーコマンドはこちらではなくコピーという名前になっています。これを入力するとムーブコマンドと同じように起点を設定してその点をもとにオブジェクトを移動しながら複製することができます。こちらの方法だとオブジェクトをある端点に合わせて連続で配置することができますので、場合によってこのコピーの方法は使い分けるようにしてください。次はミラーというコマンドです。軸を基準にして鏡に映したように左右対称の形状を作成することができます。ミラーしたいオブジェクトを選択してミラーと入れて基準となる軸の2点をクリックします。そうすると全く左右対称な図形を作ることができます。作業のスピードアップのためだけでなく正確に端点を合わせた左右対称のモデルを作るためにも重要なコマンドになっています。またミラーのオプションではこちらの X 軸や Y 軸を選ぶとここをクリックするだけでこの作業平面の軸を基準にしてミラーを作ることもできます。ローテイトとローテイト 3D というコマンドです。このコマンドを使うとオブジェクトを回転させることができます。まずはじめにローテイトコマンドから解説します。このコマンドでははじめに回転する要素を選択して次に回転の中心点を設定して最後に回転の参照角度を設定します。オプションでコピーははいとしておきます。では回転させるとこのように作業平面上で回転させることができます。続いてローテイト 3D コマンドです。ローテイト 3D でも最初に回転する要素を選択して今度は回転する軸を設定します。今回この立体方向に傾いたカーブを軸にするのでこの支点と終点をクリックします。次に回転の参照角度となる基準点をクリックして回転後の場所をクリックするとこのように軸を基準にして立体方向に要素を回転することができます。オリエント 3D というコマンドです。移動と回転とコピーを同時に言ってオブジェクトを特定の位置や角度に配置することができます。まずはじめにオリエントコマンドを使ってこの赤いボックスを黄色い曲面の上に配置したいと思います。オプションでコピーははいにしておきます。参照点を2つ選んで
このサーフェスの上の2点をクリックすると、このようにクリックした順番で角度が決まって、このサーフェスの上に赤い箱をコピーしながら移動させることができました。ただしこの箱がどういった角度でサーフェスにくっつくかまではオリエントコマンドでは設定できません。次にオリエント 3D コマンドを試します。オリエント 3D の場合は今度は3つの基準となる点を選択してから配置することができるので、立体方向の角度も目標となる3点をクリックすることで設定することができます。なのでオリエント 3D は角度を気にして配置したい時に使えます。用途に応じて2つのコマンドを使い分けてください。ロフトコマンドです。このコマンドは2つの線の間にテントを張るように面を作成します。ロフトと打って2つの曲線の端点に近い方同士を選んでエンターを押すとこのように面を張ってくれます。こちらのような直線とギザギザした曲線を選んだ場合でもうまい具合に面を張ってくれます。また面を張る際には必ず同じ方向の端点に近いところをクリックして曲線を選んでください。仮に反対側の端点に近い方をクリックして面を張ろうとするとこのように面がねじれて生成されます。これを狙っているならいいんですが、普段使うときはどちらに近い方をクリックするかを注意してください。スイープワンコマンドです。1本のレールに沿って断面の形を連続させて断面同士が滑らかにつながった立体を作ります。試しに1回作ってみますと、最初にレールを選んでから断面線を順番にスタートからゴールまで選択します。エンターを押すとこのような矢印が出ますが、今はそのままエンターを押します。このような形で立体ができました。ただしこのレールは必ず断面線に接するような形で作ってください。もしレールを断面から離れた真ん中の位置に軸線を作ってからスイープワンをかけてしまうと、このように断面線があるところは確実に形を捉えていますが、それ以外の部分で先ほどと形が微妙に変わっています。重ねてみるとこのぐらい結果に差が生まれてしまうので、レールの線は形が崩れないように必ず断面線とくっつけることを意識してください。またスイープワンの場合、レール以外に断面線が1つの場合だけでもこのように立体を作ることができますが、終点や途中の断面線の形はこの場合無視されてしまうので、より詳細に形をコントロールしたい場合はこの切断面のカーブの数を増やしてからスイープワンをかけてあげると形状が安定します。さらに断面線を選択するときには黒い矢印、つまりシームの位置が必ず揃うように設定してください。これが仮にこんな風にずれたりすると、どの頂点を元にレールを作っていくかが乱れてしまうので、うっかり立体がねじれてしまいます。次にスイープ2コマンドです。スイープ2はスイープ1の時と同様の立体の作り方をしますが、レールを2本選択するためスイープ1よりも形があまり暴れにくく安定した立体を作ることができます。このように立体を作ることができました。ただしレールの場所がこのように離れている場合はスイープ1と同様に形状が安定しにくくなるので、このように結果が若干ずれてしまいます。ですので必ずスイープ2のレールも切断線の頂点に当てるような形で作ってください。エクストルードカーブ、エクストルードサーフというコマンドです。曲線や面を押し出して立体を作ることができます。まずエクストルードカーブから解説します。エクストルードカーブと入力すると線をまっすぐに押し出すことができます。両方向にオプションを入れると面の裏側にも線を押し出すことができます。ソリッドを EA の状態で完了すると小口面が開いた筒状のオブジェクトを作ることができます。逆にソリッドを灰にすると小口面を塞いだソリッドオブジェクトを作ることができます。また
方向のオプションをクリックすると方向の起点ということで、こちらで指定した2点を軸にしてその方向に立体を作ることもできます。エクストルードサーフはこの入力する曲線を面に置き換えたバージョンになっています。動き方はどちらのコマンドも同じです。スケール 1D とスケール 2D というコマンドです。まずはスケール 1D について解説します。スケール 1D はオブジェクトを選択してクリックした2点間を軸としてオブジェクトをその軸上のみで伸び縮みさせることができるコマンドです。コピーを押すことで変形前の形状を残したまま変形後のオブジェクトも作れます。スケール 1D の場合には単点だけでなく、例えば中点ぐらいのところを掴んで両方向に伸ばすこともできます。続いてスケール 2D です。スケール 2D もまた同じように2点間をクリックしてクリックした長さの比を元にしてオブジェクトを作業平面上に拡大縮小できるコマンドになっています。なので作業平面の向きを変えてスケール 2D を行うとこのようにオブジェクトを拡大する方向を変えることができます。エクスプロードというコマンドです。結合されているオブジェクトをバラバラに分解することができます。ポリラインの場合は曲線をセグメントに分解できます。もともとつながっていた四角を角辺の状態にばらせます。次にこのようなポリサーフェスの場合は同様にエクスプロードするとポリサーフェスを構成する角面に分解できます。またこのサーフェスにエクスプロードをかけてもこれ以上は分解できません。カーブも同様です。そしてメッシュの場合は今は円柱の場合なので上面側面底面の3つに分解することができます。メッシュをさらに分解することはこのコマンドではできません。またブロックオブジェクトの場合は分解すると構成要素の各パーツに戻せます。同じブロックインスタンスから独立して1つだけ編集したい場合はエクスプロードをかけてから編集する必要があります。ジョインは接している線同士や面同士を接着して1つのオブジェクトにします。先ほどエクスプロードで分解したこのカーブをジョインでつなぐと選択したカーブの単点がちゃんと合っていればきれいにジョインすることができます。面の場合も同様にジョインで選択した部分をポリサーフェスにまとめることができます。この面がちょっとでもずれているとこの状態でもジョイン自体はこの辺が接しているのでできますが隙間が開いた状態になりますので注意してください。メッシュの場合も同様に選択したメッシュ同士をジョインでつなげられます。またこのように隙間が開いて離れている場合メッシュの場合はなぜかジョインができてしまいますがポリサーフェスの場合にはできません。カーブの場合も同様にジョインはできません。このように単点同士が合っていない T 字に結合することはできません。インターセクトというコマンドです。複数のオブジェクトが交差している部分に線を作成します。確認したい交差したオブジェクトを複数選択してエンターを押します。そうすると面同士が交差しているラインを曲線として取り出すことができます。これによって何が良いかというとこのような2つのサーフェスをなぜかうまくジョインできないような場合です。こんな時にどの部分がうまく交差できていないのかを確認するためにこのコマンドを使います。ちゃんと接してはいるということは確認できるんですが近寄ってみるとここが左に伸びすぎていることが分かりました。なのでこの線を使って伸ばしてトリムでいらない部分を削除してあげるとうまく接合できるようになりました。このような問題箇所を発見する際にこのコマンドを使ってみてください。ブーリアン型のコマンドは立体同士を合体させたり型抜きすることができるコマンドになっています。ブーリアンと打つと使えるブーリアン型のコマンドが5種類ほど出てきます。まずはブーリアンユニオンについて解説します。このコマンドは2つ以上のソリッドを足し算できます。合体するソリッドを複数選んでエンターを押すとこのように立体を完全に1つのソリッドにまとめられます。このぐらい複数のソリッドでもきれいにまとめることができます。ただし極微小に面がずれると
そこは段差が残ってしまうので、必ずブーリアンをかける前に合わせたい面がきちんと揃っているか確認をしてください。次にブーリアンリファレンスです。このコマンドはターゲットになるソリッドをまず選択してエンターを押してから、今度は引き算に使うソリッドを選択してターゲットを切り欠きます。こちらの円柱をカッターとして選択すると、このように噛み込んだ部分が削れたソリッドができました。ブーリアンリファレンスの場合には、書き込んだこの面もちゃんと塞いで閉じたポリサーフェスを作ることができます。逆にこれがトリムの場合には、このように書き込んでも小口面を塞いでくれません。次はブーリアンインターセクションです。このコマンドは選択した2つのセットのソリッドの重なった部分だけを作ることができます。両方のソリッドの交差部分を取り出す際はこれを使います。次はブーリアンスプリットです。分割するソリッドを選択して切断に用いるソリッドを選択すると、ソリッドを2つに分けることができます。このコマンドで分割したソリッドも小口面が塞がれます。最後にブーリアン2オブジェクツです。ブール演算する2つのソリッドを選択すると、クリックをするたびにどのブーリアンコマンドをした処理に形を置き換えたいかを選択することができます。リファレンスかスプリットかインターセクションか、どれにするかを迷った時にはとりあえずこのコマンドを使ってブール演算をするのがおすすめです。エンターを押すと結果を出力できます。マージオールコプラナーフェイスズというコマンドです。同じ平面にあるのに分かれてしまっているポリサーフェスの面を一つの綺麗な面に統合することができます。このようなポリサーフェスがあった時に、本来であればこの L 型の面は一つの面として統合されていてほしいですが、ここにはリメジが入って左右2つの面に分かれています。こういったオブジェクトをそのまま変形していくとデータの形状が汚くなってしまうので、このコマンドでモデルをきれいにしていきます。マージと打つといろいろなコマンド出ますが、一番長いものを使います。オブジェクトを選択してエンターを押すと、同じ平面上にあった面が統合されて一つの L 型の面として再生成されました。フィレットは2つの線の間を丸くまたは鋭角につなぐためのコマンドです。まずは半径やその他のオプションを設定します。試しに半径を2としてこの2つの線をつないでみると、このように角の部分を半径が2の円弧でつないで、さらにこの2本の線を延長できました。今度はこの結合のオプションをハイにします。半径は見づらかったので10にします。同じようにコマンドを入力すると、このように先ほどは円弧の部分と2つのカーブが別々のオブジェクトとして生成されていましたが、ジョイントの設定で1本のカーブにすることもできます。この状態で下の直線と今の L 型ラインを再度フィレットすると、先ほど作った部分は下側のカーブに削られてここのカーブとつながりました。逆にこちらの端点から L 型ラインのこの辺をクリックしてみると、今度はこちら側のカーブが生き残るようにフィレットがかかります。またこのように十字に交差した状態からフィレットをかけてみると、長く飛び出ている部分がカットされてフィレットがかかります。また別でこのような場合もあります。この2つのカーブをフィレットしてみるとうまくできませんでした。フィレット近くで曲線が同一平面上にない可能性がありますという風にエラーが出ていますが、同じ平面上に両方の曲線がない場合にはフィレットがうまくかからないので、このエラーが出る場合には同じ平面上にカーブがあるかどうかを確認してください。続いてブレンドカーブというコマンドです。ブレンドカーブは2つの線を滑らかな曲線でつなぐことができます。ブレンドカーブと入力してつなぎたい2つの線の端点の近くをクリックします。するとこのようにブレンド調整のメニューが出るので、ここで極率を設定します。1にチェックを入れるとこのように直線同士でつないでくれます。これはつないだ黒い線の端点部分の位置だけが合うような設定になっています。
これを接線に変更すると、今度は入力したこの2つの線の延長上に制御点を1つ作って、それをつなぐのはブス曲線で、この2つの単点をつないでくれます。さらに曲率に上げると、今度はこの曲線の連続性を保ったまま、こちらの曲線の連続性に滑らかに沿うような、より緩い形のカーブを作ってくれます。C3、C4 と上げていくと、さらに滑らかになります。ちなみに通常は曲率か接線しか使わない場合が多いです。また、反転を押すとカーブの向きを反転することもできます。さらにフィレットと同様に結合を押すことで、結果を結合することもできます。このようなカーブとして作ることができます。また、ブレンドカーブの場合は、フィレットと違って2つの曲線が同じ作業平面上になくても線同士をつなぐことができます。クリックすると、このように3次元上に連続性を保った形でカーブをつないでくれます。クローズカーブというコマンドです。このようなポリラインを平面上に作って、面を貼りたいのにうまく貼れないような場合があります。この場合は各辺が同じ平面上にない場合か、もしくはカーブが開いてしまっている時に起こります。ここに書いてあるように開いた曲線となってる場合がそれです。こういったどこが開いてるかを探すのが面倒な場合に、クローズカーブというコマンドを使うと、このカーブを無理やり直線でつないで閉じてくれます。もう一度具体的に開いてるところを見ながらやってみます。今ここが開いているのを見つけました。ここによってクローズカーブをもう一回入力すると、開いた部分を直線でつないでくれました。面がうまく貼れないという時は、線が少し開いていたり、あるいは自己交差して単点同士が合っていない場合があるので、そんな時はこのコマンドを一度使ってみてください。小円図コマンドです。カーブの単点を強調して表示することができます。開いたカーブを見つけたら、クローズカーブを使って直線で閉じてしまうという方法を先に紹介しましたが、どうしても単点を探してカーブを修正したい場合に使えます。単純な形状では使わなくても見つけられると思いますが、このように制御点が密集している複雑な形状の場合には、このコマンドが役に立ちます。小円図と入力してオブジェクトを選択すると、このような単点分析のメニューが表示されるので、開いた曲線の支点か終点のどちらかにチェックを入れておくと、このようにどこが開いているかを一発で見つけられます。マッチというコマンドです。2つの曲線を指定した滑らかさで自然につなぎ合わせられます。ブレンドカーブの場合は、このようなすでにある単点の位置からどのようにカーブをつなぐかという操作で曲線同士をつなげていましたが、マッチの場合には元のカーブも変形して、どのような滑らかさでつなぐのかを設定することができます。位置と位置を合わせた場合には、このように接合部に角ができるような形で曲線がつながれます。曲線の場合には連続性は G1 という値を保ったまま2つをつないでくれます。曲率の場合には G2 となります。滑らかな分、変形する範囲が大きくなります。また曲線を平均化というチェックを入れずにいると、選択した2番目のカーブを基準にして1番目のカーブを大きく変形しながら2つの曲線をつないでくれます。平均化を入れると、どちらも平均的に変形して中間部分に接合点を作ります。結合を押すと2つのカーブをつなげた状態で1本にまとめたカーブを作ってくれます。インサートコントロールポイントというコマンドです。既存の曲線に制御点を追加することができます。例えばこの2本の曲線は今両方とも制御点を4つ持っています。この状態でマッチコマンドを適用すると、曲率の場合にはここからもう変化が始まっていて、大部分の形が変わってしまっています。もっとこの変形の範囲を狭めたいときにこのコマンドを使います。インサートコントロールポイントと入力して挿入する曲線をクリックします。そして任意の場所で左クリックをしてコントロールポイントを足すと制御点が増えたので、このカーブの曲率も少し変わりました。反対側も同様にここに足してエンターを押して確定します。
この状態で再度マッチコマンドで形状の変化を確認すると、同じ極率の変化でも先ほどよりも変形範囲を抑えられます。リビルドというコマンドです。線や面の形をなるべく変えずに制御点の数や構造を作り直して整理できるコマンドです。このようなふにゃふにゃした線はあまり綺麗な形で制御点が入ってないことが多いですが、これにリビルドをかけてあげることで制御点の数や次数を調整して元の形状を作り変えることができます。元の形状からどのくらい離れた状態で再生成されるかはこの数値で確認することができます。元のオブジェクトを削除してリビルドしたい場合はここにチェックを入れてください。今は消した状態で OK します。そうするとリビルドした曲線の方が制御点の数が整えられて滑らかな形状になっていますが、その分ブレは大きくなっています。続いてこちらの面にもリビルドをかけていきます。大量の制御点がありますが、これにリビルドをかけることで UV 方向どちらとも発展まで制御点を絞るようにしてみます。それで OK を押すとリビルドをかけた方の曲面はここまで制御点の数を少なくすることができました。また制御点の位置も元の形状からは変わっています。形状は近いんですが、このようにまだら模様になるぐらい変わってしまうのには注意が必要です。でもデータ構造をきれいにしたい場合に許容できる範囲でこのコマンドを使うと便利です。オフセットというコマンドです。元の線から指定した距離だけ離れた位置に平行な線を複製します。オフセットと入力してこの距離のところにどの幅で平行な線をオフセットするかを指定します。今は50で作成します。これで複製したい曲線を選ぶとこのように左か右のどちらかに平行な位置関係にある曲線を複製します。ただし元のカーブの制御点の形はこのような5点になっていますが、オフセットした後のカーブは同じような制御点にはなっていません。平行関係を維持するためにオフセットの内部でこのような処理がされています。制御点の位置を変えたくない場合にはオプションでルーズをハイに設定します。これでオフセットするとこのような結果になります。オフセットの幅は均一ではないですが、制御点の数は元のカーブと同じように維持されます。またこちらのように一体方向に用意されたカーブであってもオフセットの方向はこの作業平面の向きに固定されるので、このようにオフセットしたとしてもこのオフセット幅はトップビューから見た時の微角距離がオフセット幅ということになります。確認をするとこちらは 50mm、 こちらも 50mm になっています。なので例えば上下にオフセットしたい場合には作業平面の向きを変えてからオフセットを実行する必要があります。次はオフセットサーフです。オフセットサーフでは元の面から指定した厚みの分だけ面を膨らませたりへこませたりした新しい面を平行に作ります。オフセットサーフと入力して面を選択するとここで距離が指定できます。この状態でエンターを押すとこの白い矢印の方向に100だけ移動した平行な面が作られます。もう一度オフセットサーフを選択して今度はソリッドというオプションをハイにすると6面体のボリュームを作ることもできます。またこのようなポリサーフェスも面をオフセットできます。選択してエンターを押して外側にオフセットしたいので白い矢印の方向は外側を向くようにしてあげます。矢印の向きを確認してまたエンターキーを押すとこのように箱の角面がつながった状態で面がオフセットされました。またこちらのコーナーのオプションからラウンドを選択してエンターを押すと角の部分が丸くなってオフセットされた面を作ることができました。今のような単純な形状なら問題なくオフセットできますが、このような複雑なポリサーフェスだとどうなるでしょうか。コーナーはシャープにしてこれにオフセットサーフを試してみます。エンターを押すとこのようにうまく面を貼ることができませんでした。
今度は分解した状態でやってみます。そうすると各面は確かにオフセットできたんですが、面の放線の方向がこのように全てバラバラなので、面が離れたり干渉し合うような形になってしまいます。このくらい複雑になると、頂点がもともとつながっていた部分がどこに行くのか、どの面が優先されるのかが複雑になってしまうため、うまくオフセットが効かなくなってしまいます。仮にコーナーをラウンドしてみてもうまくオフセットはできないですね。プロジェクト 2C プレーンというコマンドです。選択したオブジェクトを現在作業しているこの作業平面にぺしゃんこに押しつぶしたオブジェクトを作るコマンドです。オブジェクトを選んでプロジェクト 2C プレーンと入力します。元のオブジェクトを消すかどうかを聞かれるので、今回はいいえを選択します。そうすると潰されたオブジェクトができました。ただし今の変形は立方体をただ潰しているだけなので、裏側の面が消えているわけではありません。すべての面が同じ場所に重なってるままなので、もともとあった5つの面それぞれがこのように重なり合ってます。この潰された状態でも5つの面がここにまとまっています。次は Make2D というコマンドです。今の画面で見えているアングルをそのままにモデルを線画に変換できます。オブジェクトを選択して Make2D と入力すると Medies オプションというメニュー画面が開くので、ここで投影したい状態や隠れ線を表示するかどうか、結果をグループ化するかどうかなどが設定できます。まず試しにビューという状態で書き出してみます。この状態は今見えてるこの角度そのままを作業平面上に Make2D の線データとして書き出すための設定です。 OK を押すと処理が走ります。結果はこのように先ほど見ていたアングルのシルエットのような状態でカメラから見えている部分の線だけが書き出せました。また違う設定で Make2D をしてみます。今度は作業平面を選択します。そして隠れ線にもチェックをつけます。この状態で OK を押すと選択したオブジェクトの真下にトップビューから見た状態の線図が表示されました。また隠れ線も別レイヤーで分けて書き出すことができています。先ほど紹介したプロジェクト 2C プレーンと違って、こちらでは陰線になる部分もコントロールした状態で線図を作ることができます。また台の8では線が一部抜ける不具合が起きやすいため、あまりにうまくいかない場合には台の7で書き出してみるとうまく書き出せることがあります。クリッピングプレインというコマンドです。モデルをスパッと切った断面を画面上で仮想的に表現できます。クリッピングプレインと打ってトップビューから今回はこのようにクリッピングプレーンを配置します。これを動かすとこのようにこの面を基準にしてモデルをスパッと切ることができます。この面を回転させると回転させた方向を軸にしてこのようにモデルを切れます。カスタム奥行きにチェックを入れると入力した奥行きの数値の分だけ厚みが表示できます。この切断した状態で先に紹介した Make2D で投影図を作ると切断した形のまま投影ができます。また複数の切断面を同時に設定することも可能です。プレーンをコピーして回転させて並べると横から切断した別の切断面も表示できました。メッシュトゥーナーブというコマンドです。メッシュはポリサーフェスをメッシュに変換するコマンドです。メッシュの方がデータ容量が軽いことが多いため、ファイルを軽くしたい場合に使うことが多いです。メッシュと入力してポリゴン数を設定して OK を押すとポリサーフェスをこのような閉じたメッシュに変換できます。次にメッシュトゥーナーブコマンドはこのメッシュ形状をポリサーフェスに変換するコマンドです。メッシュトゥーナーブと入力すると計算が始まってメッシュをポリサーフェスに変換してくれます。元のポリサーフェスと同じような面の構成にはなりませんが、メッシュのフェイスを読み込んでそれぞれをサーフェスに変換した形でつないで返してくれます。そのままでは形状が汚いので、こういう時に
マージオールコプラナーフェイシズを使って形状を整理することができます。元の外形と同じになりますが、アイソカーブが変わってしまうのでそこだけ注意が必要です。またメッシュトゥーナー部はかなり処理が重いので、変換前にメッシュの数をできるだけ減らしておいた方がパソコンの負荷が少なくて済みます。あまりにも多い場合、2万メッシュとか10万メッシュ程度になるとフリーズすることが多いので注意が必要です。セットポイントというコマンドです。バラバラの位置にある点を一発で同じ高さや同じ Y 座標、X 座標に揃えることができます。このようにバラバラに浮かんでいる複数の点を選択してセットポイントと入力します。点の設定で揃えたい軸にチェックを入れると、それに合わせて点の座標を変えられます。一旦 Z を設定だけにチェックを入れて OK を押します。先ほど選択した3つの点の Z 座標をきれいに合わせることができました。同じように今度は Y を設定にチェックを入れると選択した点の Y 座標を揃えることができます。また全てのボックスにチェックを入れると全ての点を1箇所に重ねることもできます。ちなみにこのチェックを1個1個外すのが面倒な時は、残したいものを右クリックするだけで残りの2つのチェックボックスを全て外すこともできます。またこのような点オブジェクトそのものではなく、サーフェス等の作業点もセットポイントで調整できます。調整したい制御点を選択してセットポイントで Z 座標だけ動かしてみると汚くはなってしまうので、あまりこの使い方はしませんが、制御点もコントロールすることができます。ドットというコマンドです。ドットはライノセラスにしかないユニークな要素で、画面上で常に最前面に見える文字入りの点を打てます。ドットと入力するとドットのメニューが開かれて表示したいテキストを入力することができます。例えば今はブロックと入力して二次テキストに赤いボリュームと入力するとこのようにドットを打つことができます。今はカメラの手前にあるのでこのドットが見えますが、これが裏側に回ってもドットは必ず最前面に表示されます。またドットを選択すると表示テキストの他に二次テキストのところに先ほど打ち込んだテキストが書き込まれています。モデル上でコメントを打ち込んだり詳細を書き込んだりするときにすごく役立ちます。ただ最初に触れたように他の CAD ソフトではドットに対応してないのでこの方法は使えません。なのでデータのやり取りをするときはドットをテキストに分解するなどの工夫が必要になります。各種セル系のコマンドです。ライノセラスではセルカーブ、セルサーフ、セルテキストなどさまざまな種類のオブジェクトの中から特定の種類のオブジェクトだけを一括選択するためのコマンドがいくつもあります。コマンドラインにセルと入力すると数多くのセルなんとかというコマンドが表示されます。画面上にはカーブ、サーフェス、テキスト、ドット、寸法などの各オブジェクトがあります。まずはじめにセルカーブと入力するとその中からカーブだけを選択することができます。他にもセルサーフと入力するとサーフェスだけを選択することができました。こちらのサーフェスはポリサーフェスになっているのでセルサーフでは選ぶことができません。仮にこれを分解して再度セルサーフで選択するとこちらのサーフェスも選択することができました。同様にセルテキストでは文字を選択することができます。セルドットの場合にはドットオブジェクトを選択できます。また特別な選び方としてセルカラーという色情報で選ぶコマンドもあります。こちらのカラーホイールから赤色のものだけを選択したいとなった時はこのように赤を入力してあげると赤いオブジェクトだけを選択できます。ライノセラスで複雑なモデリングを進めていくと選びたいオブジェクトだけを選択したり消したいオブジェクトだけを選ぶのが難しくなってくるのでこの辺りのコマンドを探ってうまく選べるかを試してみてください。セルデュプリケートというコマンドです。
コマンドを入力すると完全に重なってしまっている修復オブジェクトだけを自動で選択してくれます。今見た目にはカーブが2本書いてあるだけですが、どちらにもカーブが重なっている状態でデータを作成しました。これでセルデュプリケートを入力すると完全に重なっている方のカーブだけが選択できました。ライノセラスではコントロール +C でコピペすると全く同じ場所に元のオブジェクトを貼り付けることができますが、そうやって作業を重ねていく中でこのように無駄なデータが重なった状態になってしまうことがよくあるので、定期的にこのコマンドで全く同じ形に重なった要素を消すようにすると作業がはかどります。またこのコマンドを使っても完全に重なっているとはいえ、部分的にしか重なっていないものは探すことができないので、このようなものは手で探していくしかないです。なのでモデリングの際には注意してください。ハイド、ショー、アイソレート、ZS というコマンドです。それぞれのコマンドは選択したオブジェクトを隠したり、そのオブジェクトだけを表示させたり、カメラを寄ったりすることができます。このようにたくさんのオブジェクトが並んでいて作業がしづらい場合に、特定のいらないものをハイドで隠すことができます。セルカラーで色を青にして青だけを非表示したいと思います。青が選択された状態でハイドと入力すると青色の線だけを隠すことができました。またこの中で白いカーブだけを編集したいときには同様にセルカラーで白いカーブを選択した状態でアイソレートというコマンドを入力します。これで選択していないオブジェクトを全て隠すことができました。一旦隠したオブジェクトは今度はショーコマンドで元通りにすることができます。ただし1回ショーを使うとハイドで隠したものとアイソレートで隠したもの全部が一度に表示されてしまうので、そこだけ注意が必要です。またカメラがうまくオブジェクトに寄ってくれずに作業がしづらい場合には近寄りたいオブジェクトを選んだ状態で ZS と入力するとこのオブジェクトを基準にしてカメラが寄ってくれます。これらのコマンドを組み合わせるとかなり効率的に作業ができるようになります。グループコマンドです。複数のオブジェクトをひとまとめのグループにまとめることができます。グループにしたいオブジェクトを選択してグループと入力すると、もともとオブジェクトが所属しているレイヤーの関係はそのままで、このようにまとめて移動したり回転したりスケールをかけることができます。逆にグループを解除したい場合にはアングループコマンドを入力します。このグループ化はコマンドを打つだけではなく、コントロール +G やコントロール +Shift +G でそれぞれグループとアングループを入力することもできます。ブロックコマンドです。オブジェクトをグループではなくブロックとして登録することができます。同じ形のパーツを大量に配置する場合にはブロックにしておくとデータ容量を劇的に軽くすることができるので積極的に使ってみてください。ネジや椅子などの細かくて同じ形のものが多く必要な場合に非常に役に立ちます。ブロックにしたいオブジェクトを選択してブロックと入力して起点となる点をクリックします。そしてブロックの名称を入力して OK を押すと閉じた押し出しというタイプがブロックインスタンスに変化します。この登録したブロックを新規で配置したい場合はインサートコマンドを入力してここからブロックを選択します。先ほど作ったキューブを配置するとこのようにブロックインスタンスを配置することができました。またブロックの編集がしたい場合にはブロックを選択して左でダブルクリックするとブロックの中に入ることができます。試しにこの表示色を親の設定にしてみるとこのように属しているレイヤーの色に合わせてインスタンスの色を変えることもできます。またブロックの形状を変更して OK を押すとこのように形状を同じブロックの他のインスタンスにも反映することができます。これで作業の時間とデータの容量を効率化してください。
ブロックマネージャーです。ファイル内にあるブロックをリストで管理することができます。今このファイル内にキューブというブロックとコラム、コーンというブロックがあります。これらのブロックの数が増えてくると管理が難しくなるので、ブロックマネージャーというコマンドを使って今どんなブロックがこのファイル内にあるのかを一覧で表示することができます。ブロックのこのアイコンをダブルクリックすると、どのブロックがどれに対応してるかをハイライトで表示してくれます。ブロックの中にまたブロックが入っているネスト状態の場合には、中身のブロックを先に消さないと親側が消せないので注意が必要ですが、使わなくなったブロックの削除はここから行うと楽にできます。削除を押すとブロックを消去することができます。ディスタンスというコマンドです。このマンドはクリックした2点間の距離を測定できます。寸法ツールでもそういった計測はできるのですが、ライノセラスの場合には寸法のオブジェクトは作業平面にのっとった角度でしか配置することができないので、 3D 空間上にある2点間を直接測ることは結構難しい作業になります。そのような場合にディスタンスコマンドで2点をクリックすると、この立体的な直線の距離を測ることができます。寸法線で確認するまでもないちょっとした長さを確認したいタイミングで重宝するコマンドです。デュプリケイトエッジというコマンドです。立体のエッジの部分を普通の線データとして抽出・コピーできます。例えばこのようなオブジェクトのこのラインをコピーして使いたいとなった場合に役に立ちます。このような単純な四角形の場合には、ここからここまでの線をポリラインで描いて全く同じような形状で作ることができますが、このような曲線を含んだ複雑な形状の場合には新しく作ることが難しいです。こんな時にデュプリケイトエッジコマンドを使ってコピーしたいエッジ部分を選択します。エンターを押すと全く同じ形のカーブを作ることができます。これをジョインしてエクステンド等で加工して別の用途に使うことができます。ホワットというコマンドです。選択したオブジェクトがどんな情報を持っているかを詳しく診断することができます。例えばカーブを選択してホワットと入力するとオブジェクト情報のウィンドウが出てきて、このカーブが曲線であることや3個の点がある開いたポリラインであることがわかります。同様にキューブを選択すると、これは押し出しで作られたもので有効な押し出しで UV のドメインや閉じたポリラインであること等がわかります。メッシュの場合にはこのような情報になっていて、オブジェクトのタイプによって表示される情報が違います。どういった場面でこのコマンドを使うかというと、このような点の座標を知りたいときによく使えます。ディスタンスで2点間の距離を測ることもできますが、単体でこの点の座標が正しい位置にあるかを数値ベースで判断したいときにホワットを使います。ここはぴったり0になっているとか、2点間の値がずれている場合にはセットポイントでコントロールする必要があるなどの判断を 0.01 単位で確認することができます。パージコマンドです。ファイル内に残っている使われていないデータを一括で削除することができます。例えば今作っているファイルのようにレイヤーがこれだけたくさんあって使ってるレイヤーがここしかないとか、マテリアルがこのようにごちゃごちゃしていて見にくく、さらにあまり使っていないものが多いという場合にファイルをきれいに整理するためのコマンドになります。パージと入力して消去する対象のチェックを入れます。今回は全てに入れた状態で OK を押すと、このようにこのオブジェクトに当てられているマテリアル以外のマテリアルが全て消されて、さらに使われていないレイヤーや注釈スタイルなどデフォルトでライノセラスに入ってるものがきれいに消されてミリメートルだけが残りました。クライアントに渡すデータや提出物のファイルに一度このパージをかけてあげると、ファイルがきれいになって容量も小さくなるので、締めのタイミングでかけておくと安心できます。ご視聴ありがとうございました。
少しでも気に入っていただけた方はぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。